どすこちこんこんばんは、ポテトで今日もデータぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、トゥレ使えばロングボール処理無双できる説やっていきたいなと思います。このね選手来てますよね。でそこに加えてビエラもね監督も来ちゃってますから、ロングボール高身長選手ですねの関心が高まってるんじゃないかなと思います。でそこでですね、この選手置いておけば敵陣からのロングフィードもね余裕で、ね、無双できるんじゃないかというところを今回確かめていきたいなと思います。身長がね全てものを言うのかっていうところをやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法はゴールキックをですねパスで入力をしていきます。でジルーと競り合いトゥレですね、競り合いをして、20本ずつやっていきます。圧勝できるのか、これで圧勝できるのかっていうのを検証していきたいなと思います。で今回ですねジルーなんですけども、もうエアバトルにめちゃめちゃ振った状態でですね、もう絶対負けないマンの感じになっていきますよと。でこれですねトゥレの初期値と比べるとこんな感じ。これでも勝てんのかと、だいぶ負けてるんですけどね。皆さんどう思います？身長13センチ違いますからね。これでどうなるのか見ていきましょう。まあジルーいくら相当能力高いですからね。で今回ねジルーに自由にさせなかったら勝ちという判断にしてます。結構前取られてんな。はい見ていただきました。全然勝てないめっちゃ負けてる。こんな感じなんだねまあなんかフォワードの方が有利なのかなっていう、ちょっとこのシチュエーション的にはなんかずっとジルーが前にいる印象あるんで、身長差あってもこれはちょっとこのシチュエーション結構厳しいのかもしれないですね。ちょっとどうしようもないのでジルーの能力ちょっと下げてみたいなと思います。フィジカルをですねちょっと同じぐらいにしました。88同士かなぐらいにしてやっていきたいなと思います。まあこれでフィジカル同じなんでこれだとどうかなって感じですが、まあでも依然ですねジルーの方がジャンプ力が高い状態にはなってるんですけどね。ダメかはい見ていただきましたダメですね全然ダメですね。勝てないな。なんかね、まあ結局やっぱこれでも勝っちゃうってことは、まあ、やっぱりフォワード有利っていうことは分かりましたね。でちなみになんですけど、まあジャンプ数値によってですねイーフとハブにこの最高到達点のデータが出てるので、まあ信じすぎるのも良くないんですけど参考にしてみたいなと思います。トゥレの初期値が278センチに対してジルのマックスの状態が285センチと、まあ確かに勝ってますよと。で今回88のジル見るとですね278センチ同じなんですよね。ということですよ。最高到達点同じなんだけどやっぱジルの方が勝っちゃうってことはやっぱりフォワードの方がやっぱこのシチュエーションは有利なのかもしれませんね。でそれはさておきですね、ジルーのマックスの時と比べるとやっぱ7センチあって実際それぐらいあったかなと思って見てきたんですけど、比べてみるとこれですね、まあ、確かに言われてみればですねジルーが上回ってる時はありましたね。確かに差が見られたシーンは確かにあったんですけど本当少なかったですね。やっぱり下がりながらのジャンプだからなのかこんな感じでねほとんどがねこんな感じ差が感じられないことが多かったですね。でちなみに今やったフィジカル88の時は差がどっちもほぼなかったですね。全部これぐらいで差がなかったですね。となるとですねやっぱトゥレじゃ勝てないのかってちょっと腹立つんでトゥレにエアバトルフルに振っていました。これすることですねジャンプ力も同じぐらいになりますかね。まあこれならねさすがに勝てるだろうって思ってるんですけど、はい見ていただきました。まあ勝ててはいたね。結構勝ててはいた。7割ぐらい勝てたかな。そんぐらいかなと思います。で実際高さもですねやっぱりこうトゥレがね勝ってるシーンっていうのはありました。ただこれもさっきと同じで毎回じゃないですね。結構少なめ 2,3 割ぐらいかな。こういうシーンはあったけどっていう感じになっていましたね。でこの結果を見るとですね一応勝ってはいたんですけど完全勝利というよりは自由にさせないことの方が多かったかな。完全勝利って言えるのは本当に何本かだったかなと思います。ほとんどはジルーが触ってても思い通りにできてないっていう感じが多かったかなと思います。で考えてみればですねジャンプ力同じでフィジカルも身長もね高いんでトゥレが勝つのはまあ当たり前っちゃ当たり前かなというところで、じゃあ現実的な
エアバトルの振りだとどうなるのかなっていうところですかね。で現実的なところで言うと大体8、多くても8ぶりとかだと思うんですよね。でそうなってくるとこれでも勝てるのかっていうところですね。これちょっと見ていきたいなと思います。これでも勝ってほしいところですけどね。フィジカルは大いに勝ってますからね。はい、見ていただきました。まあ勝ってたかな。なんか圧勝ではないけど。でこのジルーがですね278センチで、トゥレに関しては283センチで、トゥレの方がね高さ高いはずなんですよね。はずなんですけど、思ったよりでしたね。はい、一応ちょっと今までのまとめてきました。はい、ということで左側がトゥレ、右側がジルーというような形になってます。能力別でね今回やってきたのをやってきましたけども、やっぱりですね高さとフィジカルどっちもですね大いに勝ってないとちょっと持続的に勝つっていうのは難しいなというような感じでしたかね。逆に言えばですねフォワード側は優位な位置だったので、フィジカルがあればね結構勝ててるかも。身長とかね高さで負けててもね案外勝ってるかも。ドルクバとかがねこの競り合い強いのはやっぱこの辺なのかなとかは思ったりしましたね。はい、というところで分かったので今日は結論です。空中戦はトゥレがいれば安心なんてことはないとします。はい、ということでねいろいろ見ていただきましたけども、そうですね今回のシチュエーションではちょっと圧勝とまではなかなか難しかったですね。フォワードがちょっとその分有利だったなって感じがしましたが、はいで身長はね大事なんですけど、身長だけじゃないっていうのも今回分かったのは大きかったかなと思います。シチュエーションとかコーナーキックとかだと多分ディフェンス側の方が有利な感じがしますよね。今までの検証から言うとね、今回のシチュエーションではっていう話になりますからよろしくお願いします。コーナーとかに関してもまたちょっとやりたいなと思います。またの機会にやりたいなと思います。あとはディフェンスもフォワードもなんですけど、フィジカル結構大事だなっていうのは感じましたね。相手に触られたとしても思い通りのヘディングをさせないっていうことはできてたので、そこの方が実は大事かもしれないですかね。ってなるとフィジカル強めにカンナバールとか振っとけばある程度ね勝ててくれたりとかはしてくれるのかなとは思いましたので、ちょっとこの辺は参考にしてみていただいて、今回だけだとなかなか参考にならない部分もあるかもしれないですけど今後につながるとは思うので、ということでこの動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。ちょっとねエアバトル空中戦についてやってきましたよと、いろいろね見えてきた部分は多いかなとは思うんですけどね、なかなかちょっと今後いろいろやんなきゃいけないなっていう感じはしてますね。はい、であとはちょっとこれメタ予想みたいな感じになっちゃうんですけど、今こうロングボールサイドアタックこれ強い監督出てきてるじゃないですか。ジェラードしかりビエラしかりですよ。で僕思うんですけど、ってことはですよ、ってことは多分ねおそらくショートカウンターロングカウンターの上位互換が出てきそうだなって思ってます。今までの流れから言うとね、いつもロングボールとかサイドアタックが遅れてね強い監督出てきて、その後またショートカウンターがなんかさらに強いの出てくるみたいなねパターンかなっていうね気がしてます。考えられるとしたらですよ、マネジメント90とかねダブルブースターとかで、あとは選手指示増加とかもありえんじゃないか。今選手指示がディフェンスとオフェンスで2個ずつしかできないですけど、これは3個ずつになるとかねいうこともできるんじゃないかな、予想できるんじゃないかなとかね思ってたりしてますので、皆さんの予想もねぜひ聞かせていただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。今回空中戦についてやってきました。身長もですけどフィジカルの大事さとかもね見えてきましたね。またちょっとこの辺はいろいろやっていきたいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。